こんにちは、おいです。こんにちは、きなです。今日は2026年3月10日に行われた AFC 女子アジアカップオーストラリア2026日本対ベトナム戦の試合についてベトナムサポーターと話していきます。グループリーグ最終戦の試合だね。そうだね。ちなみに2試合目終了時点の順位表がこれだよ。この大会は得失点差の前に直接対決の結果が反映されるから、ベトナムに勝ったチャイニーズ台北が2位にいるってことだね。そういうこと。ベトナムは前回の台湾戦から6人メンバーを入れ替えてきてるね。アジアでこんなに入れ替えてくる国って珍しい気がする。確かに大会中にはマリ選手は変えないイメージあるね。日本は選手変えてきたのかな。日本は前回のインド戦から長谷川選手と熊谷選手を残してスターティングを9人入れ替えてるね。また9人入れ替え。長谷川選手だけ3試合連続スターティングメンバーだね。さすがだね。今回はベトナムサポーター代表のミンくんとリモートをつないでるよ。しんちゃお。ミンくん2回目の登場だね。ひなちゃんまた登場しました。でも日本が強すぎて試合前のビビリモード全開だよ。じゃあ現地のリアルな反応を話していこう。任せてください。じゃあ早速だけど、今回のなでしこジャパンとの試合、ベトナムの盛り上がりとか雰囲気ってどんな感じだったの？ベトナムもサッカー熱すごいイメージあるけどどんな感じか気になる。葵さん、ひなちゃん、ぶっちゃけ言うとね、日本と当たるって分かった瞬間、マジで泣き叫ぶレベルってビビり散らかしてたんだよね。僕も正直、今の日本相手はやばいなって思ってたし。泣き叫ぶレベル。なでしこジャパンってベトナムでそんなに恐れられてるんだ。マジで強すぎるからね。だから試合前の勝敗予想とかも結構リアルっていうか、諦めモード入っててさ、5対0で日本の勝ちでしょって言ってるやつもいたくらいだよ。5対0か。インド戦では11対0だったしね。もちろん1点でも取ってほしいって気持ちはあるよ。でも現実は厳しいんだよね。ベトナムのスタメンが発表された時にざわついたってちょっと耳にしたけど。そうそう。今回のベトナム代表のスタメンが発表された時、現地がさらにざわついてさ、これ2軍じゃん。とか、メンバー若すぎ。ってツッコミ入りまくりだったの。だから余計に、これ日本相手に本当に大丈夫かって空気なんだ。なるほど。ベストメンバーじゃなくて若手メンバーだったんだね。それはサポーターも不安になるよね。一番でかかったのは、やっぱりタンニャーって選手がスタメンにいなかったことかな。現地のファンからは僕らのお姫様って呼ばれてて、まさにベトナムのエムバペって言われるくらいスピードがあるエースなんだけど、まさかのベンチスタートでさ、タンニャーどこだよって現地でもめっちゃ言われてたんだよ。ベトナムのエムバペ？お姫様なのにエムバペってなんかすごいね。その選手そんなに足が速いの？マジで速いんだよ。だから日本みたいに強いチームから点取るなら、カウンター狙いで絶対彼女のスピードが必要なのにさ、代わりにスタメンだったブーティホアって選手に対して、スピードも技術もないじゃんって結構きついこと言われちゃってたんだよ。なるほどね。カウンターは速い選手いた方が絶対いいもんね。監督はどういう意図だったんだろう。そうなんだよ。だから余計にみんなモヤモヤしちゃってさ、他にも今回はトゥイがスタメンじゃないのか、とか、トータオじゃなくてホンドアンに変えてくれないかな、みたいな声もあってさ、なんでこの日本とのを1番でいつものベストメンバーじゃないのって、現地はかなり不満爆発気味だったんだよね。そっか、ファンからしたら、一番強いメンバーで日本にぶつかってほしかったよね。しかもこの試合にノックアウトステージ進出がかかってるのにね。まさにその通りなんだよ。じゃあ試合開始。前半が終了して1対0で日本がリード。ミンくん、ハーフタイムのベトナムサポーターはどんな感じ？1点差で耐えてるけど、日本がずっと攻めてたよね。葵さん、ひなちゃん、まさにその通りで、やっぱり日本強すぎって完全に圧倒されてる空気がすごいよ。スコアはまだ1対0なんだけど、ずっと防戦一方で、日本相手にカウンターのチャンスすら全然ないじゃんって嘆くコメントばっかりでさ。前半はほとんど日本がボールを持ってベトナム陣内でプレーしてたもんね。でも、あの猛攻を1失点で抑えてる守備陣はすごく頑張ってたと思う。ちなみにこれが前半のスタッツだよ。ボール支配率もシュート数も、相変わらず日本は圧倒的だね。14本シュート打ったけど1点だね。キーパーのナイスセーブも何本もあったもんね。あれがなければもっと日本が点取れてたのに。そこは現地でもめちゃくちゃ褒められてる。キーパーのコンティハンのセーブ噛みすぎ、ハンがめっちゃいい動きしてる。って大絶賛されてるよ。ただ、
プレーは良くても、やっぱりどうしてもフィジカルの差を感じちゃうみたいで。フィジカルの差？身長とか体の大きさのこと？そうそう。現地のコメントで結構リアルだったのが、もう2026年になるのに、うちの女子選手たちはまだ小さすぎる。こういう試合を見るとワールドカップに行くのは厳しいって痛感するよ。って声があってさ、キーパーに関しても、もうちょっと背が高ければな。キムタインも小さすぎるし、日本の攻撃を無失点に抑えるのはきつい。って体格のハンデを痛感してる人が多いんだよね。体格のことベトナムサポーターはよく言ってるよね。でも、みんな諦めてるわけじゃなくてさ、苦しい展開だけどみんななんとか1点取り返してほしいって祈ってるんだよね。後半、スピードのあるタインギャーが出てきてワンチャンス作ってくれるのを、現地のみんなはめちゃくちゃ期待して待ってるよ。じゃあ試合終了まで行くね。結果は4対0でなでしこジャパンの完勝。ベトナムは残念ながらこれでアジアカップ敗退決定だね。ミン君、試合が終わって現地の空気はどう？ベトナムはワールドカップへの道もこれでなくなっちゃったんだよね。現地のファンのみんな、めちゃくちゃショック受けてるんじゃない？葵さん、ひなちゃん、もう現地はお通夜状態だよ。試合が終わった瞬間はとにかく、日本強すぎ、レベルが違いすぎるって圧倒されてる声で溢れ返ってたね。僕もこれはもう手も足も出ないなってメンタルやられちゃったし。そっか、ワールドカップに行けないってことで、ファンからは結構厳しい意見も出てるの？そうなんだよね。ワールドカップの夢はまた4年後にお預けだな。ってガチで凹んでる声がめっちゃ多いよ。負けたこと自体は実力差だから仕方ないって認めてる人も多いんだけどさ。仕方ないって思いつつも、やっぱり悔しいよね。やっぱり僕は悔しいよ。でも、こんなプレーじゃワールドカップ行っても恥かくだけだわ。ってかなり辛口でキレてる人も結構目立ってるんだよね。選手は頑張ったんだからキレるのはかわいそうだよ。日本が圧倒的に強いのは分かってるけど、せめてもっと意地を見せてほしかった。ってのが、僕も含めた現地のサポーターのリアルな本音かな。でもね、現地のサポーターが一番キレてる理由は実はこの日本戦だけじゃなくて、もっと別のところにあるんだよね。別の理由？何々？どういうこと？実はね、日本戦の前にベトナムは台湾と試合して負けちゃったんだけど、それが現地のサポーターにとっては一番許せなかったんだよね。現地のコメントでも台湾に負けたのが一番罪深いだろ。ってめっちゃ言われててさ。台湾に負けたのがそんなに怒るポイントなの？一部のメディアとかネットで無理して勝つより、3位通過した方がワールドカップに行きやすい組み合わせになるみたいな、いわゆる川山用をしてたんだよ。あざと負けていい順位狙おうとしてたってこと？マジでそれ。だから日本にボコボコにされて敗退が決まった今、現地のファンから大ブーイングが起きてるの。ベトナムの言葉で、人の計算は天の計算には及ばないってことわざがあるんだけど、まさにみんなそれを使って怒っててさ。でもそれってサポーターが言ってるだけで、普通に負けただけなんじゃないの？私もそう思う。3位になりたいなら台湾に引き分けるのが一番良かったし。人がいくら計算しても、日本が実力で圧倒してくるんだから意味ないでしょって皮肉ってるやつもいたしね。あと、ベトナムにはもう一つ、穴の中のカニを数えるっていう言葉があるんだよ。穴の中のカニ？どういう意味？まだ捕まえてもないのに、穴の中にいるカニの数を数えて喜ぶって意味。日本で言うとラヌタヌキの川山用だね。現地の奴らも、穴の中のカニを数えるような真似したせいでいい勉強になったなって、かなり冷めた感じで言っててさ。僕もね、変な計算とかしないで、最初から全力で台湾にも日本にもぶつかってほしかったなって、マジでがっかりしてるんだよね。サポーターからしたら、最初から勝ちに行く姿勢が見たいもんね。だから、こんな計算高いことして負けるならおとなしく家で寝てろって厳しい声に繋がっちゃってるんだ。それでこういう不満が爆発した結果、今のベトナム代表に対して、あることを求める声が一気に強まってるんだよね。あることって？ズバリ言うとね、思い切った世代交代と監督の優待なんだよね。なるほど。世代交代。もう年老いた選手たちは帰国して正解だ。なんてかなりきついこと言ってる人もいてさ、これからは若返りを図りつつ、海外にルーツを持つベトナム系の選手も入れていくべきだ。って次の大会に向けたガチな意見が多いんだ。そっか。じゃあ監督さんも変わっちゃうのかな？それがさ、ベトナムの女子代表にはマイドゥック・チュン監督っていう、みんなからチュンおじさんって慕われてる名将がいるんだけど、今回ばかりはもう何年も成功を収めてきたんだから悔いはないでしょ。ここで潔く退くべきだってコメントが結構多くて。ずっとチームを引っ張ってきた功労者なんだね。日本でも74歳の監督って記事になってるの見たよ。74歳はすごいね。これはもうさすがに交代って感じ？
後任が見つからないからって理由をつけて、また監督を続けるのは勘弁してくれよ。って釘を刺してるファンもいたくらいだね。さよならベトナム代表。また4年後のワールドカップで会おう。って言ってる人たちがいっぱいいたよ。4年後、その頃には世代交代も進んで、もっと強いベトナム代表になってるかもしれないね。今回は日本に手も足も出なくて、現地のファンも穴の中の蚊に数えちゃって大反省してるけど、次は新しい世代の力で、なでしこと正々堂々バチバチにやり合えるように、全力で応援していくよ。葵さん、ひなちゃん、今日はベトナムのリアルな声を聞いてくれてマジでありがとね。こちらこそ、ミンくん。今日は本当にありがとう。それじゃあ、変だっぷらい。変だっぷらい。グループリーグ終わったね。ひなが好きな浜野舞香選手が点取ってたね。やったね。葵ちゃんが好きな田中選手はこの試合で日本代表100試合目だったんだね。100試合目すごいよね。おめでとうございます。この試合のスタッツがこんな感じ。もう全試合圧倒的な試合内容だったね。それで最終順位表がこうなったよ。得失点差が2位と16も離れてる。圧倒的すぎて選手も無理なく交代して出られたのがいいよね。松久保選手が1回も出てないのが気になるけど。私が気になってる松久保ちゃん。インド戦では試合中にアップルウォッチつけてたし怪我なのかな。でも映像で釣るときは元気そうなんだよね。そうだよね。ノックアウトステージで暴れ回ってくれることを期待してるよ。台湾が2位なんだ。日本以外にしっかり勝っての2位だね。ノックアウトステージはこんな感じだよ。1回戦ではフィリピンと試合だ。フィリピンはイランに2対0で勝ち、韓国に0対3で負け、オーストラリアに0対1で負けて3位でノックアウトステージ進出してるね。これに勝てばワールドカップ進出だね。そうだね。勝てるかな？勝てるはずだよ。フィリピン戦はいつ試合？日本時間3月15日14時キックオフだよ。フィリピン戦はシドニーで試合だから、ベトナム戦やったパースからだと飛行機で4時間半ぐらいかかるみたい。もうオーストラリア横断だ。日曜日に試合だから少しは空くけど移動で疲れちゃうね。遠すぎるよね。日本頑張れ。ご視聴ありがとうございました。皆さんフィリピン戦は何対何になると思いますか？コメントに予想書いていってくださいね。ご視聴ありがとうございました。